空が青いなはい、おはようございます。今日は2月25日水曜日でございます。はい、ということでね、今日は、予報通り、朝から昨日の夜からね、結構雨降ってきております。はい、で今日もね、雨でございますが、はい、まあね、森とかね、木とかね、お花とかね、作物とかね、はい、雨でね喜んでるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は一日中ね雨らしいんでございます。はい、ということで、まあ今日はちょっと、前回ね、おばちゃん家のトタンはまり替え工事やってきたんで、そこにちょっと顔出してこようかなというのと、あと午後からまたね、フッツラブハウスセカンドの、床解体ね行っていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いします。ゲッツゲッツゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらこちらこちら写真撮っていきたいと思います。あともう一個ね、こちらランプ、はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、外は大雨っていうか雨なんですけど、はい、今ね、前回やったトタン屋根張り替え工事のおばちゃん家にね、行ってきてね、見積もりというか請求書を持ってったんですけども、はい、どうやらねお金がないので、4月15日まで待ってくれと。まあそういう形でございます。はい。まあね、まあ簡単に言うとお金ないんですよね。払えないということでございます。はい。まあまたそんな感じでね困っちゃうんですけどね。はい。まあでもね、しょうがないのかなと、受け取ってですね。はい。まあ、次に行きたいと思います。またこれをね悩んだり考えたりしてもね、無駄なんで、はい。ということで、これからまたね午後から、フッツラブハウスセカンドの方に行って床解体やっていきたいと思います。ということでドローン出します。ドローン。はい、ということでね、フッツラブハウスセカンドにやってまいりましたけども、いやーすごい雨です。すごい雨っつってもまあまあ普通の雨ですはいということでね、まあ雨ですけども、はい、まあ室内なんでね、はい、今日も床のね解体やっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。ゲッツ。はい、それじゃあね、昨日に引き続きこちらね、床の解体やっていきたいと思います。今日はちょっと1本ずつね釘抜いて外していきたいと思います。ということでね、また今日も、解体動画になります。すいません。でね、今日は、フットラブハウスセカンドに行って、ポストにね郵便物がないかなっつって、開けて確認したらですね、
なんとNHK から受信料の支払いのお願いということで、封筒がね入っておりました。もちろんね、アンテナがついてるんでね、来たんでしょう。で、私はね基本的にテレビは見ません。ですのでテレビは置いてありません。そもそも、テレビ見ないので受信料は払うつもりはございません。はい。ところがですね、なぜ見ないかというとですね、NHK だからもしくはテレビだから、いわゆるオールドメディア新聞だからっていうことで、僕はねもう一切見ないことに決めたんですよ。はい。一切っていうのは嘘だけど、あまり見ないようにしたと、いうことでございます。で、この NHK のですね、受信料契約のお願いというね手紙が入っておりまして、 NHK は信頼を受ける情報や豊かで多様な番組を全国あまねくお届けするとともに、放送文化の向上のために技術開発研究等を行っており、その運営は皆様のお支払いいただく受信料によって支えられておりますというふうに書いてありますね。はい。どこが信頼できる情報なんでしょうか。私はですね、全く信用しておりません。はい。そもそもですね、皆さんね、ずっとテレビ見ちゃってる人とか、暇があればねテレビつけてる方いらっしゃると思うんですけども、最近なんか泥棒のニュースが多いわねとか、人殺しが多いわねとかね、交通事故が多いわねみたいな感じでね、最近、多いわねと思っていらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども、これはですね、メディアのですね都合上で大きいニュースがないときは、全国どこでもですねそのような事件事故はですね常に起こっておるわけでございます。はい。で、流す放送するネタがないから、そういうものを流していると、そういう状況ですので、決してですね、振っておるわけではございませんので皆さんねその辺ねなんかおかしいんじゃねえかな、本当かなっていう目でねニュースは見た方が、ニュースとテレビはね見た方がよろしいかと思います。でね、基本的に、テレビや、マーケティング広告すべてそうなんですが、国民の不安を煽って、物を買わせたりいうことを、聞かそうという意図が、あるわけでございます。これは事実でございますね。はい。ですので、僕は個人的な感情でね言っているわけでございませんで、そして、決してね、反メディア反政府とかいうものでもございませんが、ですので、自己責任で、なるべく関わらないようにしているというのが現状でございます。はい。ですのでね、皆さん不安を煽られているわけでございますよ。で、不安を煽られるとどうなると思いますか。やっぱり人間の思考の、奥底にですね常にという感情を持つことになるわけでございます。事故が起こったらどうしよう、泥棒が来たらどうしよう、人殺しされたらどうしよう、怖い怖い怖いわ怖いわなんでやろうってね思っちゃうわけでございます。そうするとですね、人間はですね思考停止になり、考えたことが実現化いたしますんで、その通り、ネガティブなことが引き寄せられます。はい。ですと、ずーっとですね、せっかく、いい感じにねいい思考をして、前向きにポジティブにね生きようとしている国民をですね、そうやって煽ってですね、悪い方向へと導いているということも、一つの可能性として皆さん考えてみてはいかがでしょうか。これがね私の考えが全て正しいとは決して思っておりませんが、一つの理由一つの原因が考えられるのではないかと、思っておる次第でございます。はい。ですのでね、テレビ見るなと言ってるわけではなくてですね自分の
欲しい情報を見るのはよろしいかと思いますが、だらだらですね、つけているとですね、ニュースやワイドショーや、いらないね、情報が常に自分の頭の中に洗脳されているかのように入ってきていると、そういう状況になりますので、突然というかね、当然ですねポジティブになる、内容がねずっと続いていればいいですけれども、ほぼほぼ不安を煽る報道が多いということが事実ということも、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか。はい、ということで私は決して批判してるわけではございません。歴史的に見て、日本だけではなく世界的に見ても、このような風潮というのはどこの国でも、どこのいつの時代でも、あります。はい、ですのでね、当然分かってて、皆さんやっていらっしゃると思うんですけれども、だからといってね一般国民もバカではないんだよということをね、ちょっとやっぱり、準備というかね、そういう可能性もあるということを理解しておいてうまく付き合うという方が、いいのではないかなと思っております。はい、その他にもですね、テレビやオールドメディア、新聞雑誌等以外にも、かなり巧妙なですね、仕組まれた、方法で洗脳されておりますので、その辺も興味があれば次回説明したいと思います。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、やっとね半分ぐらい終わったのかな。はい、床板外しました。一個一個ね釘抜いて、それで剥がしていきました。はい、次回ね半分やっていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、外は雨でございますが、はい、今日も床ね、また半分ぐらいですかね、剥がし終わりました。はい、だいたいね最初はね、時間かかるもんでございますよ。はい、でだんだんね最後の方になってくると、容量がねつかめて、そして、スピードも上がると、そういうことでございますんでね。はい、でね、もうそのままずっとね床解体工事をねもう何年も何十年も続ければもっと早いんでしょうけども、だいたいペースに乗ったところで終わりということになりますんでね。はい、ということで次回また頑張りたいと思います。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。ということで以上になります。ありがとうございました。人月